不動産屋さんの階段へようこそ。川や湖のような水場ではいろいろな怪奇現象を耳にしますが、これは東京と山梨にまたがる奥多摩湖で起きたお話です。このお話をくださった方を仮に宮城さんとお呼びします。今からだいぶ前の1980年ぐらいの頃でした。宮城さんはご両親と3人で夏の奥多摩湖を旅行したそうです。奥多摩湖にはニジマスブラックバスなどがたくさん釣れるので、今回は宿を長く取り、宮城さんとお父さんはゆっくり釣りを楽しむことにしました。宮城さん一家が泊まる宿は家族経営の民宿で、おかみさんとご亭主が親切にもてなしてくれたそうです。おかみさんに部屋を案内されると、宮城さんたちは釣りをしに奥多摩湖に来たと話しました。するとおかみさんが釣りにいらしたんですかと笑顔になり、ちょっと雑談で泊まり客から聞いたいろんな釣りの話をしてくれました。宮城さんとお父さんが一通り話を聞いていると、最後におかみさんは急に真剣な口調で、ところで奥多摩湖は夜釣りはダメですからね。夜釣りは絶対行かない方が良いですよ。たたられますからね。と意外な忠告をしたそうです。どうやらここのおかみさんだけでなく、この地元では周知の事柄のようで、誰も夜釣りには行かないと分かりました。奥多摩湖はもともと多摩川上流をせき止めてダムを建設した時にできた人工の湖で、湖の底に沈んでいる村の住人の霊や川の渓谷で亡くなったたくさんの花魁の霊が今でもさまよっているとか、また現代でも身を投げて命を絶つ人がたくさんいるとかで、負の名所の一面もあるということでした。ただし昼間に釣りに行く限り呪われたりたたられたりすることはないようでした。宮城さんとお父さんは半信半疑ではありましたが、宮城さんのお母さんが少し霊感があったので、こういった迷信じみた話にも耳を傾けました。ところでその日、宮城さん一家だけでなくもう一組家族連れの泊まり客がいました。仮にその家族を A さん家族としますが、ちょうど隣の部屋に泊まっていたそうです。軽く挨拶を交わすと、その A さん家族も宮城さんと同様、奥多摩湖に釣りに来ているということでした。そこでおかみさんから A さんも、夜釣りはやめてくださいね、たたられますから、と忠告されたということでした。でもその家族連れの A さんはバカバカしいという感じで、自分はそんなことを気にしませんよ、夜釣りには行くつもりですと平然と言っていたそうです。そして日が暮れて暗くなると、その家族連れの A さんはおかみさんの忠告を無視して一人で釣りに出かけていきました。宮城さん親子は、地元の人が言う呪いやたたりを全く気にしない人はいるからねと話していました。それから少し経って遅めの夕食にあの A さんが夜釣りから一旦宿に帰ってきたそうです。そこで宮城さんに会うと A さんは、いやー夜はすごく釣れますよと興奮気味に話しかけてきました。ああそうですか、よかったですねと宮城さんが言うと、驚くほど釣れますよ。自分だけじゃなく他にも明かりが見えていたので、何組か夜釣りに出ているみたいですよというので、宮城さんは内心、やっぱりたたりを信じない旅行客は結構いるんだなと思いました。すると A さんは、どうです、この後一緒に行きませんかと宮城さんを夜釣りに誘ったそうです。でも宮城さんは、もう今夜は疲れているので部屋で休みますと言ってうまく断りました。実は宮城さんたちは夜釣りをするつもりは毛頭ありませんでした。なぜなら今日一日観光に回っていた霊感のあるお母さんが
奥多摩湖をひどく嫌がって早く帰りたがっていたのです。お母さんにはとても長居はできないようで、奥多摩湖での釣りはしない方がいいと言って、特に宮城さんとお父さんが夜釣りに行くのを止めていたのです。さて、そういうわけで夕食が済むと、宮城さん親子は部屋で休み、隣の家族連れは旦那さんの A さんがまた夜釣りに出かけていきました。それからだいぶ時間が経って夜もすっかり更け、宮城さんの両親はすでに寝ていました。宮城さんは起きていましたが、隣の部屋の家族の A さんだけがまだ夜釣りから戻っていないようで、家族も少し心配しているようでした。確かに結構な時間だったので、宮城さんはふと嫌な予感がしてきたそうです。そしてとうとう真夜中になっても A さんは戻っていないようで、こんな遅くなるのはちょっとおかしいと思いました。するとしばらくして宿の中がわさわさしてきたそうです。どうしたんだろうと宮城さんが廊下に出ると、宿の亭主が出かけるところで、亭主も A さんがいまだに帰らないことを不審に思い、今から奥多摩湖に様子を見に行くところですと言いました。そしてそれと同時におかみさんも急いで警察に泊まり客が夜釣りから戻らないと連絡をしたそうです。宮城さんはさすがに眠気も覚めてしまい、宿は騒然となりました。すると間もなく警察の捜索で A さんが見つかったという連絡が入りました。一報を聞いて家族も宿の人もとりあえずほっと安堵したそうです。警察の話だと A さんは湖のほとりで気を失って倒れているところを発見されたということでした。救助が介抱し意識を取り戻すと A さんはひどく動揺していたそうで、とにかく落ち着かせてから一体何があったのか話を聞いたそうです。さて A さんの話はこうでした。夕食後また再び湖の同じ釣り場に戻ると、もう辺りは一段と暗くなっており、湖は静かに月明かりを照らしていました。暗闇の中、周りには他の釣り人たちの明かりだけがポツンポツンとところどころに灯っているのが見えました。それを見て、こりゃまだ釣れてるようだなとウキウキして A さんも早速夜釣りを再開しました。しばらくはとにかく次から次へとよく釣れていたそうです。A さんはすっかり夢中になっていたので、自分の周りの他のことには注意がいきませんでした。するとふと気がつくと A さんの視界の端にちらっと明るいものが見えました。はっとして顔を上げると、他の釣り人の明かりが A さんの方に近づいていることに気がつきました。ゆっくりとその明かりは A さんのそばまで来たので、 A さんは何気なく「こんばんは」とそのそばに来た釣り人に声をかけました。すると相手からは何の返事もありませんでした。 A さんはあれ変だなと違和感を感じ、改めてその明かりをよく見ると A さんは驚愕したそうです。それは釣り人の明かりなんかじゃなく人玉だったのです。そこにはぼーっと青白く燃える火の玉が浮かんでいました。すると釣り人たちが灯しているのだと思っていた周りの明かりもすべて人玉で、ゆらゆらと不気味に空中で燃えていたそうです。 A さんはここで生きている人間は自分だけだったと分かると、恐怖で凍りついたように動けなくなり、その後の記憶が全くないんですということでした。どうやら意識がなくなり倒れていたようで、気がつくと警察に救助されていたそうです。
さて次の日でした。やはりそんな体験をした A さんはすっかり怖くなり、おじけづいてもう釣りどころではなくなったようでした。急遽宿泊を途中で切り上げて家族と家に帰ることにしたそうです。そして車で来ていた A さん家族は逃げるように奥多摩湖の宿を立ちました。そしてさらに次の日でした。朝警察がまた宿にやってきたそうです。宮城さんはどうしたんだろうと思いました。すると警察は宿の女将さんとご亭主に報告に来たそうで、昨日ここを立った A さん家族の車が奥多摩湖周遊道路で大事故を起こし、 A さん家族は全員死亡したということでした。全員即死だったそうです。それを聞いた宮城さんは鳥肌が立ちました。するとおかみさんは震える声で、たたりです。奥多摩湖で夜釣りをするとたたられると忠告したのに、と残念そうに言ったそうです。確かに因果関係は分かりませんが、こんな偶然はないと思うと、たたりというのもあるのかもしれないと宮城さんは思いました。その後宮城さん親子は奥多摩湖の観光スポットを巡ったそうですが、有名な心霊スポットの花魁淵の周辺に行った時でした。宮城さんとお父さんが車から出て渓谷を眺めに行こうとすると、なぜかお母さんだけは車の外に出ることができませんでした。後でお母さんから聞いた話では、あの花魁淵ではたくさんの霊がさまよっていたそうで、宮城さん親子の車の周りをぐるぐるとずっと回っていたそうです。それでお母さんは車からとても降りることができず、車内でずっとお経を唱えていたということでした。もし霊感のあるお母さんが一緒に旅行に来なかったら、宮城さんもお父さんもあの夜 A さんに誘われて夜釣りに出かけてしまったかもしれません。そしてどうなっていたかと思うと背筋が冷たくなりますね。不動産屋さんの階段へようこそ。古い昭和の時間が止まったような建物は時々違う時空に存在するのかもしれません。さて今回のお話は、現在福岡県にお住まいの主婦の方、仮に玲子さんとお呼びしますが、玲子さんが今から20年ぐらい前に東京で体験したお話です。それは秋から冬に変わるぐらいの肌寒い時期でした。玲子さんは当時個人の仕事で東京に泊まりがけで行かなくてはならなかったそうです。玲子さんにとっては立ち上げたばかりの事業だったので、できる限り出張費を抑えて東京で営業をかけなくてはなりませんでした。そこで東京の友人に、東京郊外の西のエリアにアクセスが良い安い宿泊施設がないか尋ねました。すると友人が教えてくれたのは、 JR 中央線の T 駅から徒歩圏内にある小さな個人経営の旅館でした。東京都内にあって一応家族でも泊まれるようなところで、とにかく安いのはここしかないということでした。プライバシー保護のため旅館の名前はイニシャルを取って軽旅館としておきますが、2022年に取り壊されて今はないそうです。さてそこで玲子さんはその軽旅館に行ってみると、思わずやばいと思ってしまいました。それはかなり古いくたびれた木造の旅館で、旅館というよりは普通の2階建ての一軒家という感じでした。それでも一泊素泊まりでたったの4000円でしたので、玲子さんは仕方ない我慢しようと覚悟を決めたそうです。早速ガラス引き戸を開けて玄関の中に入り、かまちを上がると、中も当然古い昭和の作りの住宅仕様でした。すると年配の愛想の良い女性2人が「いらっしゃいませ」
と言って現れました。そして親切にいろいろ旅館の説明をしてくれたので、玲子さんは少しほっとしたそうです。その女性たちはおそらく家族のようで、玲子さんを2階のちょうど玄関の真上の部屋に案内してくれました。その部屋の扉は珍しく引き戸で、旧式の鍵穴に鍵を突っ込んで開けるタイプの扉で、中に入るとそこは小さな4畳半の部屋でした。でもちゃんとテレビもちゃぶ台もあり、寝るだけなら十分だったそうです。ただちょっと問題はトイレが共同で、玲子さんの泊まる部屋からは7、8メーターくらい離れた廊下の先にありました。またお風呂は1階にあり、予約交代制でしたが、中を覗くととてもじゃないけれども怖くて入ることはできないと思いました。薄暗く冷たい時代遅れのタイル張りで、ゾッとするくらい古かったそうです。そこでお風呂に入るのは諦めて、玲子さんはご飯を食べたら早く寝てしまおうと思いました。そして夜の11時ごろに布団を敷いて寝る準備をしたそうです。すると玲子さんはふとトイレに行きたくなりました。そこで部屋の引き戸を開けると、廊下は真っ暗でした。もう他の泊まり客は寝ているのか、2階には自分だけなのか、冷たい廊下はシーンと静まり返っていました。でも玲子さんは寝る前にトイレには行かないと思い、暗い廊下に出ようとしたのですが、怖いので足が重く踏み出せませんでした。するとふと今開けた引き戸が目に留まり、玲子さんはぎょっとしたそうです。なんとその引き戸一面に血しぶきのようなものが飛び散っていたのです。よく見直してもそれは血しぶきで、赤黒い飛沫がこぶりついていました。玲子さんは一気に恐ろしくなり、トイレどころではなくなってしまいました。なんなのこの血は、もうトイレには行けない、我慢するしかない、そう思いすぐ布団に入りました。玲子さんはいくら安くてもここには泊まれないと自分の節約志向を後悔したそうです。でも今更どうすることもできず、早く寝てしまおうと目をつぶって静かにじっとしていました。しばらくすると突然ガサ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 とかすかに部屋のどこかから音がしてきました。はっとした玲子さんはどこから聞こえる音かと耳を澄ませました。あ、ひょっとしてネズミか何かがゴミ箱を漁っているのかな、そう思ったそうです。気持ちが悪かったので玲子さんはすぐ電気をつけてゴミ箱や部屋の中を確認しました。でもネズミがいるわけもなく、また音がするようなものもどこにもなく、あれ違うな、なんだろうといよいよ気味が悪くなりました。そして急に頭の中は目の前にある扉の血しぶきのことでいっぱいになりました。それを怖いと思うと、その血しぶきがさらに気になってきました。でもこれ以上気にすると神経が立って眠れなくなるので、玲子さんは気を取り直して電気を消して布団に入りました。この時すでに玲子さんは部屋の中に違和感があることになんとなく気がついていました。そしてどれくらい時間が経ったのか、おそらく夜中の2時か3時ごろだったのではないかと思うそうです。旅館は水を張ったように静まり返っていました。玲子さんには不自然なほど何の音も聞こえなかったそうです。すると突然廊下からギシギシギシという誰かが歩く足音が聞こえてきました。玲子さんははっと我に返りました。そのギシギシと床板がきしむ音は間違いなく誰かがトイレの方に向かっている足音でした。
玲子さんはもしトイレに行く人がいるなら私も一緒に行こう、そう考えました。誰かが一緒なら怖くないからと急いで布団から飛び起きてガラガラっと部屋の引き戸を開けたそうです。すると廊下はシーンと静まり返り、そこには誰もいませんでした。たった今間違いなく人が歩いている音が聞こえたのに、扉を開けた瞬間足音はピタッと止まり、人など歩いていなかったのです。玲子さんに見えたのは廊下の先のトイレの前の電球だけで、辺りをぼーっと薄暗く照らしていました。玲子さんは自分が次元の違う異空間にいるような感じがしました。今私がトイレに行ったら絶対何か怖いことが起きる、そう確信したそうです。そこで玲子さんはすぐにまた布団に潜り込みましたが、朝になるのを待つしかないと思いました。でも空が明るくなるにはまだまだ時間がありました。何も考えないように心を落ち着かせようと目をつぶっていたのですが、部屋の中は時空が歪んでいくようなどんどん重い異質な空気に覆われていきました。するとしばらくしてふと部屋の中に誰かがいる気配がしたそうです。ぼーっと部屋の隅に誰かが立っているような、そんな気配でした。誰かいる、そう思うと玲子さんの心臓の鼓動は速くなり、全身冷や汗が出てきたそうです。もし今部屋を見渡せば得体の知れないものがいるのがわかるので、絶対見てはいけないとずっと目をつぶっていました。そして早くいなくなれと念じながらじっと耐えていました。すると玲子さんのすぐそばでスースーという誰かの息遣いが聞こえてきました。玲子さんは自分の枕元に誰かいると分かると全身血の気が引いたそうです。それは寝息とは違う確かな人の呼吸音でした。そして部屋の空気はさらに冷たく張り詰め、部屋全体が異世界にあるような感覚になりました。長い夜は続き、その間も聞こえていた息遣いがふっと途絶えて聞こえなくなる時があり、玲子さんがほっとするとまたすぐにスースーという息遣いが聞こえてくる、その繰り返しだったそうです。恐ろしくて玲子さんは一睡もできずに息遣いの音に耐え、夜が明けてくるのを待ちました。そしてやっと窓の外がしらじらと開けてきたそうです。その頃にはもう息遣いの音は聞こえなくなっていました。そこで玲子さんはすぐに布団から飛び起き、ダッシュでトイレに行き、大急ぎで身支度を整えるとすぐに旅館を出たということでした。もう二度とここには泊まらないと決めて仕事に向かいました。さてその後玲子さんはこの軽旅館のことが気になりました。そこでネットなどでいろいろ調べてみると、それは東京では知る人ぞ知るミステリーゾーンの怪奇旅館だったことが分かりました。軽旅館で過去に忌まわしい事件事故とかは全くなかったのですが、その磁場なのか建物なのか、そこだけ不可思議な現象が起きるミステリーマニアに有名な場所だったようです。冒頭でもお話ししましたが、今はすでに取り壊されて軽旅館はありません。現在その跡地にどんな建物が建っているのか、ミステリーゾーンとして不可思議な現象を継承しているのか、とても興味があるのでいつか調べてみようと思います。
不動産屋さんの階段へようこそ。不動産に関わる仕事には、その建物の修繕修理で関わる職種もあります。その中でも特に水回りを修理する水道業者の方々はいろんな体験をしているようですね。今回のお話は我が家のトイレを修理してくれた水道屋さんから伺ったお話になります。その方を仮に山下さんとお呼びしますが、その山下さんが勤める会社は大手の排水設備業者で、給水装置工事など毎日たくさんの仕事を請け負っていました。大手ですので、不動産ディベロッパーなどが手掛けるマンションなどの排水設備も手掛けていたそうです。そんなある日、都内の10階建てぐらいのマンションのオーナーさんから山下さんの会社に漏水があるようだから調べてほしいという連絡が入りました。その水漏れの報告は5階の角部屋の住人からだったそうです。さて、その5階の角部屋の男性を仮に A さんとしておきますが、A さんの苦情はマンションの部屋で水漏れのようなおかしな音がするということでした。A さんが奥の畳の部屋で寝ていると、どこかからポツポツポツという水が垂れるような音が聞こえてくるということでした。そこでマンションのオーナーさんからマンションで漏水が起きているようなので調べてほしいという依頼が直接水道業者の山下さんにあったそうです。早速山下さんはそのマンションの5階の A さんの部屋に伺いました。すると A さんはすぐ山下さんを水回りのキッチンや風呂場ではなく奥の部屋の方に案内しました。山下さんはちょっと変だなと思いましたが、 A さんはこの押し入れの中の壁から水がポタポタと垂れるような変な音がずっと聞こえるんですと説明してくれました。でもその部屋はマンションの角部屋でしたから、押し入れの反対側には部屋がなく、隣とは接していないので隣の音でもなく、また水道管も壁には通っていませんでした。この段階で山下さんは釈然としませんでしたが、一応そっと壁に耳を近づけて聞いてみたそうです。すると、なるほど、確かにポクポクポクというおかしな音が聞こえてきました。でも山下さんにはその音が水漏れの音とは違うとすぐ分かったそうです。ああ、確かに聞こえますねと言うと、 A さんはほらねというような顔をしました。確かに音はしますが、山下さんにはどこかで聞き覚えのある音に聞こえました。ポクポクポクとずっと一定の間隔で何かを叩いている音で、山下さんははあと分かったそうです。それは木魚を叩いている音でした。どこかのお寺で木魚を叩く音でしたが、ここは角部屋で隣がないし、周りにはそんな木魚を叩いているようなお寺もありませんでした。そこで山下さんは一応水漏れの点検をした上で丁寧に、この音は水漏れとは関係ないので水道業者では対処できませんのですいませんと A さんに謝り、オーナーさんにも報告を入れたそうです。その時山下さんはオーナーさんに、5階の角部屋からの水漏れの音ですが、調べたところ水漏れとは全く関係なく、不思議なんですが木魚を叩く音がずっと聞こえていましたと正直に伝えました。するとマンションのオーナーは驚いて、ああ、木魚の音ですか。実はこのマンションは建ててまだ2年しか経っていないんですが、マンションが建つ前はここはお寺のお墓だったんです。そのお墓だった土地を買い取ってマンションを建てたんですよねと、そういう話だったそうです。どうやらこのマンションでは他にも似たような現象が起きているようでした。
木魚の音は山下さんにも聞こえたので、とても不思議な体験でしたが、でもこの仕事をしていて一番怖かったことがあります。と言って山下さんはさらにこんな話をしてくれました。ただそのお話はかなり恐ろしいので、事実関係を損なわない程度に物語を再構成してお話しします。それは今から10年ぐらい前のこと。まだ山下さんが水道屋さんになったばかりの頃でした。当時若い山下さんはまだ見習いで、先輩に連れられ東京のあちこちを主に排水修理で回っていたそうです。そんなある日、山下さんの視点に東京23区の風俗街にあるとある風俗店からトイレがたびたび詰まるから直してほしいという修理の依頼がありました。そこで早速山下さんは先輩と2人でその風俗店に向かいました。すると40歳前後の痩せて少し疲れた感じの風俗店の男性スタッフが対応してくれました。そのスタッフはちょっと困ったように山下さんにどうぞと言ってその問題のトイレに案内してくれました。どうやらそのスタッフさんらはラバーカップで何とか自力でトイレの詰まりを解消しようと悪戦苦闘していたようでした。その問題のトイレは奥にある従業員用のトイレのようで、薄暗い狭い個室の洋式トイレでした。山下さんは霊感など全くないそうなのですが、今から思えば不思議で、その時トイレを見るなり珍しく背筋がゾワッとしたそうです。なんか気味が悪いトイレだなぁと思ったのですが、ただ山下さんは数々のトイレを修理してきて、トイレの個室が陰気臭いということはよくあるので、まあこんなもんだろうと仕事に集中していました。するとその男性スタッフは、実はある時からこのトイレだけが時々詰まるようになったんです。そう言うと何か不吉なものを見るかのようにトイレの中を覗きました。そして流してもきちんと排水されずに水が滞留してしまい、ゴボゴボっと音がしてまた流したら溢れてしまいそうで、時間を置くと水位も戻り使えるようになるが、しばらく使っているとまた同じように詰まってしまう、その繰り返しだという説明でした。スタッフの話から山下さんたちは、なるほど、どうやら普通に何かが配管に詰まっているようだなと簡単に考えていました。流して良さそうで流してはいけないもの、例えばティッシュ、お掃除シート、大量のトイレットペーパーなどを流したことで詰まることはよくあるので、そんなところだろうと思い、分かりました、ちょっと調べますと言って先輩と山下さんが早速ざっとそのトイレを点検しました。するとやはり何かが詰まっているとすぐ分かりました。そこで先輩と山下さんは通常の手順で排水管の詰まりを解消する方法を試してみたそうです。ところがなかなか詰まりは解消されず、何回か試してみました。トイレットペーパーの詰まりなどは普通この段階でだいたい解決するのですが、一向に治りません。先輩と山下さんは、おかしいなあ、一体何がどの辺に詰まっているんだと考えていました。これだけやっても水が流れていかないので、もっと大掛かりな方法で調べる必要がありました。そういうわけで今回のケースは、トイレ本体を外してみなければ修理もできないので、管理会社にトイレを取り外す許可をもらえないか聞いたそうです。すると建物の所有者からすぐ OK が出たので、トイレごと床下から取り外してトイレの下がどうなっているか調べてみることになりました。早速山下さんと先輩2人で取り付けてあるトイレを外す作業に取り掛かり、しばらくしていよいよ外れてトイレごと持ち上げて裏返しにできる状態になりました。そしてゆっくり床からトイレ本体を動かしていくと、
下の配管が見えてきました。でもそこには何も詰まっていません。すると、おやと先輩が言ったそうです。何かがトイレ本体の方に引っかかっている感触がしたのです。そこでトイレ本体の底を床からさらに離していくと、あ、なんかあるぞと先輩が言いました。その瞬間、嗅いだこともないようなものすごい悪臭が押し寄せてきました。その悪臭に驚いた2人は慌ててトイレをその場で倒して裏を見たそうです。するとトイレの一番底から青白い人間の小さな腕がぶら下がっているのが見えました。山下さんも先輩も絶句し、その場で凍りついてしまいました。一呼吸置いて、うわーなんだこれと日頃冷静な先輩がさすがに声を張り上げたそうです。驚愕して言葉を失った山下さんはしばらく手が震えていました。トイレにおかしなものをうっかり落としたり、子供がおもちゃを流してしまったりして詰まることはありますが、まさかをそのまま流してしまったとはよもや誰も思いませんでした。その後すぐ警察に連絡し、後のことは警察が対処したそうで、犯人も見つかったということでした。そしてこれが水道業者になって一番怖い体験だったと山下さんは語ってくれました。幽霊より生きている人間の方が怖いということですね。不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは私の姉の友人あゆみさんの体験談です。あゆみさんの通っていた高校はカトリックのミッションスクールでした。厳しいカトリックの学校でしたが、あゆみさんはキリスト教徒というわけではありませんでした。高校を卒業してしばらくしたある日の午後のこと、そのあゆみさんは高校時代の友人ではなく、ガールスカウトで仲良くなった友達の英子さんに連れられて、ある集会に参加することになったそうです。それは英子さんとその家族が信仰する宗教団体の集会でした。あゆみさんはもともと宗教には全く興味がなく、英子さんととても仲が良かったので、誰でも参加できるからと誘われたため、何気なく集会に行くことにしたそうです。そこは普通の一軒家で、その日は広い二間続きの座敷に老若男女問わず2、30人ぐらいの人たちが集まっていました。英子さんの話では、皆さんほとんどが信者の方で、教祖様がもうすぐいらっしゃるのよということでした。あゆみさんはそうなんだというくらいで、教祖がどういう存在なのかも分かっていませんでした。するとしばらくして50歳前後の校長先生のような貫禄のある女性が現れました。その方がこの宗教団体の教祖様だということでした。そしてその教祖の女性が信者に教えを授けるという時、教祖の女性はふと何かを感じたように集まった人たちをぐるりと見渡したそうです。信者さんたちはどうされたのだろうというような顔をしていました。すると突然教祖の女性はあゆみさんを指さし、そこに毛虫がいる、その毛虫を捨てろと叫んだのです。あゆみさんはびっくりして、自分のような部外者がここにいてはいけないということなのかと思ったそうです。するとその教祖はつかつかっとあゆみさんに近づくと、あゆみさんのスカートのポケットを指して、ここにこのポケットの中に毛虫がいる、早く捨てなさいとあゆみさんに言いました。あゆみさんは半ばパニックになり、慌ててポケットの中に何を入れてたっけ
と手を突っ込んで探ってみたそうです。するとポケットの奥に小さなジャラジャラしたものが入っていました。あれ、なんだろうとゆっくりポケットから取り出すと、それはキリスト教徒が首にかける十字架、ロザリオだったそうです。実はその日、この集会に向かう前に、あゆみさんはたまたま高校時代のカトリック信者の友達から「これきれいでしょ、身につけてね」とそのロザリオをもらったそうです。どうしてその友達が唐突にロザリオをくれたのか不思議でした。でもつける機会もなかったので、そのままポケットに突っ込んだままにしてすっかり忘れていたのでした。さて、その場は騒然となり、あゆみさんは怖かったのでロザリオを持ったまま立ち去ったそうです。あゆみさんは神様とか宗教とかとにかく興味がなかったのですが、この日以来ほんの少し神様のような未知の存在を意識するようになりました。でもあゆみさんは60歳を過ぎた今もどの宗教にも入信はしていないし、今後もしないということでした。第2話。これは僧侶の男性の方から聞いたお話です。その方を仮に松井さんとお呼びします。松井さんは現在40代の方ですが、今から5、6年前に体験したことだそうです。それは松井さんが僧侶になる直前のことでした。学生時代の友人に誘われて東京のあるバーに飲みに行きました。するとそこでばったり高校時代の友人に出会ったそうです。その友人を仮にあきらさんとしておきますが、あきらさんが松井さんを見つけて「まっちゃん、まっちゃんじゃない?」と声をかけてきました。高校生の頃はその友人とはあまり一緒に遊びに行ったりはしなかったのですが、松井さんはあきらさんのことはよく覚えていました。お互いこの広い東京での偶然の再会に驚きましたが、松井さんはただ再会に驚いただけではありませんでした。松井さんはあきらさんを見た瞬間、ざわっと鳥肌が立ち、やばいと思ったそうです。昔ははつらつとした爽やかな青年でしたが、今は顔は青白く、生気もなく、なんか言葉もろれつが回らない感じで違和感がありました。松井さんには明さんが世間で言うところの良くないものに取りつかれているような感じがしました。まっちゃん元気にしてたと妙に懐かしがって接してきたそうで、LINE 交換しようと頼まれました。松井さんも断る理由もないので、その場で LINE 交換し、そこで別れたそうです。さて、バーから出ると一緒に来ていた友人が明さんについてのいろんな事実を教えてくれました。明さんは少し前から心の病で心療内科に通い、薬を飲んでいるので顔色も悪く、ろれつが回らないということでした。松井さんは、ああ、そういうわけだったのか。明は昔から優しい性格で繊細な面があったからな、と気の毒に思ったそうです。松井さんは少し気にはなりましたが、その後僧侶になる修行に入り、忙しくなったので、明さんのことはつい忘れていました。それから間もなく松井さんは得度し、晴れて僧侶になりました。そして僧侶になってしばらくして、明さんから松井さんに LINE で連絡が来るようになりました。以前とは立場が変わった松井さんでしたから、明さんを心配し、会うことも数回ありました。その時に明さんは、仕事もうまくいかない、彼女とも疎遠になった、薬を飲んでも夜眠れない、などなど不安や不調をこぼしていたそうです。僧侶となった今、松井さんはこれを知らないふりはできないと思い、
その後も明さんと頻繁に連絡を取り合って様子を見ていました。松井さんは仏教の教えを説いて心を軽くしてあげようとしましたが、なかなか成果は出なかったそうです。ついに明さんの口から死にたいという言葉が出たので、これはまずい、何かしなくてはと松井さんは思いました。そこで松井さんの宗派の作法にのっとり、明さんにお清めを施すことにしたそうです。とにかくお清めで不安を鎮め、心を整えることができるならと勧めると、明さんは素直に受け入れてくれました。お清めの最中、明さんは苦痛を隠せず眉間にずっとシワを寄せていました。それを見て松井さんは、邪悪なものが明さんに取り付いているのが分かったそうです。さて、それから数日経った時でした。明さんから朝珍しく連絡がありました。まっちゃん、聞いてくれ。昨日ついに薬飲まずに朝まで眠れたんだよ。と興奮した声で電話があり、松井さんが答える間もなく続けて、それで今朝起きたら自分のベッドの頭の後ろの壁が真っ黒に汚れていたんだよ。きっと僕の何か良くないものが出たんだと思うと言ってきました。意味がよくわからなかった松井さんはすぐ明さんの家に行ったそうです。そして明さんの部屋を見て松井さんはぞっと寒気がしました。そこには部屋の隅に明さんのシングルベッドが置いてありました。枕がある方の壁のちょうど後ろに50センチぐらいの半円形の黒いシミがありました。それはまるでそのベッドに寝ていた人の頭から黒いものが出て、それがそのまま壁にシミとなって残ったかのようでした。その黒いシミは液体のシミではなく、コピー機のインクのような黒いパウダー状の粉が白い壁に飛び散ったかのようでした。松井さんにはそれはまがまがしく感じ、明さんに取り付いていた邪悪なものが抜けた時の痕跡というのもあながち間違いではないと思いました。それがお清めの成果か偶然かは分かりませんし、これで解決したかも分かりません。ただ事実だけを言うと、その後明さんの不眠症は回復し、顔色も良くなり、薬もかなり減ったということで、寛解は時間の問題だと松井さんは感じたそうです。不動産屋さんの階段へようこそ。不動産業者は家には幽霊が出ないのに、その家だけに起きる奇妙な偶然を聞くことがあります。さて、このお話は私の知人の顧客の女性から伺ったその方の実家にまつわるお話です。その女性を仮に井上さんとしておきますが、井上さんが30代の頃、結婚してマンションに引っ越していたので、彼女の実家には両親だけが住んでいました。井上さんの実家は当時ですでに築30年ぐらい経っている古い木造の日本家屋でした。井上家はもともと裕福な家庭だったので、その日本家屋も広い庭のある立派な家だったそうです。その後、井上さんのご両親も亡くなり、その実家を相続した井上さんは、今から20年ほど前に夫と小学生の長女を連れて実家に移り住んだということでした。その際にキッチンなどガタの来ているところをリフォームしたので、古い日本家屋の良さと快適さを備えた家に様変わりし、井上さん家族は大満足でした。ただ一箇所だけ井上さんには手をつけるのがなんとなく嫌な部屋がありました。それは父親が生前に書斎として使っていた部屋で、父親の面影の残った部屋だから手をつけたくないというのではなく、
何か触れてはいけない禁じられたタブーがあるような重い雰囲気があったからでした。不思議なのは父親が生きている時には井上さんは一度もそんな奇妙なことを感じたことはなかったそうです。そんなわけで書斎の雑誌などを処分してある程度本を整理したら、井上さん自身は掃除の時以外あまり中には入らないようにしていました。でも夫や娘さんは何も感じないようで、静かに本を読んだりパソコン作業ができるので時々書斎を使っていたそうです。そして移り住んで1年も経たない頃でした。井上さんの一人娘さんが猫飼いたいと早速言い出したそうです。どうやら友達の家で子猫が生まれて里親を探しているようでした。井上さんも夫ももともと動物好きで猫を飼ったことはなかったのですが、そうだね、一軒家だからやっとペット飼えるねというわけですぐに OK し、その子猫をもらうことにしました。それは薄茶色の虎猫の赤ちゃんで、娘さんはそれは可愛がっていたそうです。そして半年ぐらい経ち、子猫も大人のサイズに近くなり、家のあちこちを探検するようになったので、自由気ままにさせておいたそうです。そんなある日、井上さんが例の書斎を掃除するため、久しぶりに中に入りました。相変わらず重い雰囲気が漂っている中、掃除を始めていると、井上さんはふと誰かに見られているような感じがしたそうです。今までそんな視線を感じたことは一度もなく気味悪くなりました。そして気のせいか、さっきより部屋が薄暗くなった感じがしたので、怖くなった井上さんは急いで掃除を終えて書斎を出たそうです。そんなことがあったのも井上さんがすっかり忘れた数週間後でした。ある夕方、飼っている猫が妙な姿勢で居間の隅で動かなくなっているのを外出から戻った井上さんが見つけました。その寝姿が不自然で違和感があったので、すぐ近寄って触ってみると、すでに冷たくなっていました。井上さんはどうしてととてもショックでした。朝餌をやった時は至って元気で何も変わったところはなかったのです。娘さんも夫もかなりショックで、きっと何か生まれつきの持病があったのかもしれないねと悲しんでいました。それから数ヶ月は新たにペットを飼うことは控えていたそうです。でもあまりに娘さんががっかりしていたので、井上さん夫婦は娘さんのためにペットショップで丈夫そうなタビーの子猫を買ってきたそうです。娘さんは大喜びでまたまたとても可愛がっていました。そしてそのタビーの子猫も8ヶ月を迎えようとしていた頃でした。ある日、井上さんが洗濯物を干していると、突然前の通りでキーッという車の急ブレーキの音がしたかと思うと、車はそのまま走り去っていったようでした。すごく嫌な予感がした井上さんがすぐ家の門の先に出てみると、その光景に血の気が引きました。あのタビーの猫が家の前の通りで車にひかれて亡くなっていたのです。頭を強打したようで眼球と舌が飛び出し、即死だったことは明らかでした。井上さん一家は立て続けに飼い猫をすぐ失うことになり、とてもショックでやりきれなかったそうです。井上さんの家の前はよくある住宅街の生活道路で、車がスピードを出して走るような道ではありませんでした。そして猫は家の中で過ごすことがほとんどで、めったに道路に出ることはなかったのです。偶然とはいえ井上さんは釈然としませんでした。すると夫が、なんかまるで猫を飼ってはいけないみたいだな
とポロッと言いました。でも本当にただ運が悪かったのだろうと思い直し、結局時間を置かずにまた新しい猫を飼うことになりました。というのも、たまたま夫の知り合いが仕事で長期海外勤務になり、飼っていた3歳の黒猫をもらってくれる人を探していたということでした。そこで井上さん一家は早速その知人から黒猫を譲り受け飼うことになりました。今までの猫と違い子猫ではありませんでしたが、すぐに井上さんの家族に懐いてくれたそうです。そして黒猫が来て半年ぐらい過ぎたある日、また井上さんは書斎の掃除をするため部屋に入りました。そこは以前にも増して空気が冷たく重い感じがしたのですが、井上さんはその日は特に本棚のあたりが黒くぼんやりと見えました。すると井上さんがその本棚に背を向けて掃除をしていると、背中に刺すようなあの視線を凄まじく強く感じました。背筋がゾクッとした井上さんはやばいと感じ、掃除をすぐやめて部屋を出たそうです。さすがにこの時は書斎のことを夫に話したのですが、夫は書斎で何も感じないということで、気のせいだよとその時は真剣に取り合ってくれませんでした。そして3度目が起きたのです。朝起きると書斎の中で黒猫が亡くなっていました。若い猫でとても元気そうだったのに、またしても我が家に来て1年もしないうちに亡くなってしまいました。井上さんたちは言葉も出なかったそうです。猫は昨夜娘さんの布団の上でずっと寝ていたそうなのですが、いつの間にか夜中に娘さんの部屋を出て1階の書斎に行ったということのようで、なぜそんなところで亡くなっていたのかがさっぱり分かりませんでした。井上さんはついにこれは偶然ではないと感じました。猫を飼って1年もしないうちに3匹とも亡くなってしまったのには何か特別の原因があると思いました。そして最後に亡くなった猫が例の書斎の中にいたことが井上さんは特に気になりました。夫は全く信じませんでしたが、書斎の本棚のあたりに不吉な何かをずっと感じていた井上さんは、あの本棚に家に置いていては良くないものがあるのではないか、そしてペットの猫たちが人間の代わりにその何かの犠牲になっていたのではないかと考えました。そこで井上さんは友人からある霊能者を紹介してもらい相談したそうです。そしてまず霊能者に井上さんが気になった書斎の部屋を見てもらいました。するとその霊能者はすぐに本棚が気になると言ったそうで、井上さんはかなりショックでした。そしてこの本棚の引き出しには何が入っているのですかと聞かれて、井上さんはハッとしました。今まで一度もその本棚の引き出しの中のものをきちんと調べたことがなかったのです。多分亡くなった父のものとかがそのままになっていますと答えると、霊能者はその中にとても古いものがあるような気がします、そう言いました。そこで井上さんは本棚の引き出しを開けてみると、筆記用具や認め印などの小物に混じって今まで気づきもしなかった古いはがき台の大きさの小箱がありました。すると霊能者はその小箱を指して「これだと思います」と一言だけ言いました。すぐにこの小箱を中身ごとお焚き上げすることを勧めるということでした。さてその中身なのですが、霊能者からなるべく開けないようにと言われたので、井上さんは確認しなかったそうです。
あくまで私の推測ですが、人の体の一部で所持していて問題のないもの、つまり髪の毛やへその緒、そんな類のものだったのではないかと思います。その霊能者の話では、井上さんの父方の先祖の霊が強く宿ったもので、おそらくその先祖霊が何かの理由でひどく猫を嫌っていたのだろうということでした。ただ父親が生きている時はきちんと供養もされていたので、何も不吉なことはなかったのかもしれません。不思議なことにそれを証明するかのように、井上さんがその小箱を焚き上げにしてご先祖の供養もすると、書斎の陰気な重い空気は少しずつ消え失せ、明るい居心地の良い部屋に変貌していったそうです。そしてその後飼った猫は今も元気に10歳を迎えようとしているということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。